こんにちは、パンダマンです。本日の開封はケアドールのラブドールです。身長は155センチ、ディカップ。ヘッドはつむぎです。これまでのアニメ系ドールとは少し雰囲気が違って、表情は割とフラットで、ただ、頬のチークが少し初々しさを感じさせます。価格はやや高めで約46万円です。クーポン的用語の実質価格は約39万円です。全体の印象はスリムで小柄。スリーサイズはバスト72センチ、ウエスト50センチ、ヒップ89センチです。肩幅はわずか30センチで、重さは約31キロです。このブランドは先月の展示会で初めて知りました。設立感もない新興ブランドで、現状は全てアニメ調のドールを展開しており、今後はリアルよりのドールにも取り組む予定だそうです。こちらのアニメ系ドールは、従来の WM ドール、エルサベイブ、モズドールとは少し系統が異なり、パッと見て画面から溢れるようなデフォルメの可愛さではなく、むしろややリアルよりのニュアンスがあります。また、キラはフルカスタムにも対応していて、自社の縫製担当がいるので、衣装やウィッグまでオーダー可能で、特定のアニメキャラ風のドールが欲しい方には選択肢として有力だと思います。では、この子を具体的に見ていきましょう。まずは開封から。外装は防水のビニールで包まれています。開けると、まずは衣装。そしてウィッグ。ウィッグキャップ。付属品の袋があって、ヒドロと乾燥スティック、洗浄ツールなど定番のセットです。こちらがヘッドで、リアクション剤と布で二重に包まれていて、とても安全です。もう一つシンプルな衣装。ブランケットにもキラドールのロゴが入っています。足先も緩衝材でしっかり保護されています。箱の内壁の緩衝材も十分な厚みで輸送時も安心です。首元は木製の板で固定され、箱の外側のボルトで首ジョイントと連結されていて、輸送時のぐらつきを防いでいます。衣装はこんな感じで、紫のバニーがあるセットです。はい、着用するとこんな雰囲気になります。いかがでしょうか？結構目を引く仕上がりです。全体的にスワッとしたシルエットで、特に足は紫のストッキングでさらに長く見えます。どちらかというとセクシーよりですね。まずはヘッドから。シリコン製のヘッドで柔らかい感触です。表情は全体的に控えめで、やや不機嫌そうにも見え、アニメにいる感情の起伏が少ないタイプのキャラっぽいです。眉は細め。目元のメイクが特徴的で、白のアイラインが入っていてかなりアニメ的です。上下のまぶたにアニメ調のシャドウもしっかり入り、目の立体感がぐっと増しています。このチークも漫画っぽい描き方に近く、ほんのり恥じらいを足していて可愛いですね。鼻は典型的なアニメ系ドールの造形で、小さく突起させ、先端に軽くピンクを乗せています。口元は小さめで、やや下がり気味に作られていて、その分少し不機嫌にも見えます。総じてヘッドはかなりアニメ色の強いメイクです。続いてボディを見ていきます。全体のプロポーションはよくできていて、足の比率が高めでスタイルよく見え、身長は155センチで小柄な部類です。ボディはフルシリコン製で、肌の印象は全体に白くてみずみずしく、まさにアニメキャラ的な質感です。アニメドールにリアルな皮膚テクスチャーや血管表現を加えると、見た目の世界観のバランスを崩しやすいと思います。鎖骨や首周りの筋肉表現は割と明瞭です。バストはディカップで、この印象だと少し分かりにくいかもしれませんが、実際このボディには程よく生えていて、胸の張りも良く、バストシルエットがとても綺麗です。アンダーバスト周りには赤みのボディメイクが少し入っていて、陰影感を狙った仕上げだと思います。肌がよりみずみずしく見えます。さらにバストはジェル入りで柔らかさも十分です。
腹部には薄い付近のラインが入っていて見栄えがいいです。へそ周りはやや赤みを足していてよりみずみずしく見えます。手はかなり小ぶりで見た目のバランスは良く、爪は塗装仕上げで見栄えも良く、針爪と違って外れる心配が少ないです。手のこの剣の起伏も表現され、関節部には赤みのボディメイクが入っていて立体感が増しています。手は硬質パーツで継ぎ目の段差は目立たず、しっかりした合成感があり、見た目の一体感も良いです。中の食感は柔らかめで、太ももは少し硬め。膝にもボディメイクが入っていて、血色が透けるような雰囲気を再現しています。ふくらはぎには軽い筋肉ラインが見えて、ややアメコミ的なニュアンスです。足の指は一本一本に骨が入っていて、爪も塗装仕上げです。足の甲の剣の浮きも表現しつつ、血管などの生々しさは抑えめで、艶のあるみずみずしい印象の足で、全体のトーンが統一されています。ここで軽くまとめると、ボディの全体バランスは良好で、ボディメイクはアニメキャラの設計思想に沿い、リアルな皮膚テクスチャーや血管表現は入れず、その代わりに要所要所で関節や柔らかさを出したい部位に赤みを乗せて、アニメ性と現実味のバランスをとっています。トータルで見てもなかなかいい出来です。次に下半身の仕上がりを確認します。このパートは YouTube では出せないので、Discord でご覧ください。続いて可動関節の硬さと可動域を見ていきます。腕周りの関節は比較的スムーズで、足はやや固め、ポージングの安定性を重視した調整だと思います。足が固めだと自立が安定し、腕が柔らかめだと細かなポーズ調整がしやすいですね。ということで、今回の開封は以上です。いかがでしたか？ぜひコメントで感想を教えてください。個人的には全体的にとても良い出来だと思います。表情は初見だと少し独特に感じるかもしれませんが、見慣れてくると可愛さがじわっときます。アニメにいる感情が安定したタイプのキャラっぽくて、頬のチークと相まって初々しさもあります。ボディもアニメ系ドールの設計思想に忠実で、余計な皮膚テクスチャや血管のディテールを足さず、上手にまとめてあります。とはいえ価格はやや高めで、クーポン適用後の実質価格は約39万円です。この価格、皆さんはどう感じますか？この価格で得られるのは、従来のアニメ系ドールと比べて、よりアニメ性に寄せた細部の設計で、顔のメイクやボディメイク、関節の赤み表現、丁寧なネイル塗装など、近くで見るほど作りの良さが伝わります。それでは今回の開封レビューはここまで。この動画がお役に立ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。